核兵器の被害。核爆弾はただの大きい爆弾ではありません。核爆弾を使ったとき、どんなことが起こるか知っていますか？ 1945 年8月6日午前8時15分、広島で核爆弾が使われました。軍事施設があったのは隣の呉ですが、落とされたのは広い平地があって被害が観察しやすい広島の中心でした。ウラン原爆 TNT 換算で15キロトン。43秒後、地上600メートルで強い光を放って炸裂。中心温度は摂氏100万度以上。1秒後には直径280メートルになって、爆心地周辺の地面は3000度以上になりました。秒速440メートルの高熱爆風と放射線で、爆心地ではほとんどすべての人が一瞬で亡くなりました。鉄やガラスが溶けて、多くの建物が自然発火しました。人間の内臓の水分さえ蒸発したと言われます。3.5 キロ離れていた人でもひどいやけどをしました。全身の皮膚が溶け落ちて、その皮膚がぶら下がった両腕を前に出して歩く人がたくさんいました。しばらくして雨が降りました。熱風の後の雨だったので、これを飲んだ人もいました。しかし、放射線物質をたくさん含んだ黒い雨でした。それまで元気だったたくさんの人が、この黒い雨を浴びた後、突然亡くなりました。他の地域から助けに来た人も急に死にました。急性放射線障害です。井戸も川もすべての水が汚染されて、被害はとても広い地域に及びました。人口35万人だった広島で、その日だけで7万人。12月末までには14万人が亡くなりました。長崎は16世紀から続く隠れキリシタンの地として有名です。1873年にキリスト教が解禁されて、1925年にようやく立派な天主堂が建てられました。1945年8月9日午前11時、その天主堂は吹き飛ばされました。中にいた数十人の信者は全員即死しました。プルトニウム原爆 TNT 換算で21キロトン。長崎市の人口は24万人でしたが、その年の12月までに7万4千人が亡くなりました。放射線は人の体に入って細胞を壊して、血液を変質させて、内臓に深刻なダメージを与えます。被爆地では白血病やがんなどの発生率が急増しました。放射線の被害は胎児にも、もっとずっと後に生まれた赤ちゃんにも及びました。広島平和記念公園の原爆の子の像のモデル、佐々木禎子は、2歳の時に被爆して黒い雨を浴びました。1954年8月の検査では何も問題ありませんでした。スポーツが好きな、とても元気な女の子でした。1955年1月、おたふく風邪のように顔が腫れ始めました。急性白血病でした。折り紙で鶴を1000羽折れば元気になれると信じて、病院で毎日鶴を折りました。1300以上の鶴を折りましたが、その年の10月、彼女は亡くなりました。12歳でした。
中国は1964年から1996年、ウイグルのロプノールで密かに46回の核実験を行いました。TNT 換算で合計22メガトン。広島原爆の1370倍です。その間も中国政府は、シルクロードの町ロプノールに、たくさんの外国人観光客を呼び込んでいました。このシルクロードの町では、白血病やがんの発生率が急増して、先天的な病気や障害がある赤ちゃんがたくさん生まれました。あるウイグル人医師は、ウイグル人は強いと聞いていたが弱いね。すぐ死ぬ。と言われて変だと思いました。それで密かに調べて核実験との関係を告発しました。彼は1999年、イギリスに亡命しました。2008年の札幌医科大学の分析では、この地域の死傷者と被爆者は100万人以上だと推論されました。ロシアが持っている核兵器は、広島と長崎の原爆を合わせたものの約1500倍の力があると発表されています。実験の時、その光が1000キロ以上離れた場所から見えたといいます。2022年、国連総会でグテレス事務総長は、核兵器の使用を正当化できるものは何もないと言いました。そうでしょうか。広島と長崎の原爆は正しかったという人はたくさんいます。原爆ドームの前で被爆者に直接言った原爆開発者もいます。核兵器を使わない人がいくら正当化できないと言っても、作る人や使う人は正当化します。使った人は正当化することしかできなくなります。それが核兵器です。